皆さんこんにちは。今私はですね、納車されましたシビックタイプ R の後席に乗っております。前席に乗ることがもちろん多いんですけども、この車は後席もちゃんとスポーツカーなんですけどありますよね。シビックベースということでしっかりとした後席がありますので、4人まで乗れるような車となっております。ですのでこの後席に乗った時にどのような感じをするかっていうところについて今回はお伝えしたいと思います。今ですね、公園とかでスピードが出ないようにちょっとボコボコとしたね突起物があるところあると思うんですが、あそこを走っております。でそうするとこういう感じでね大きな衝撃が入るわけなんですけども、今スポーツモードにして走っておりまして、コンフォートよりは若干足が固めということで乗り越えております。で確かに乗り越えた時のねこの衝撃は来るわけなんですけども、底付き、つまりその着地した時のこれですね、すっきりしててびっくりしますね。他の車でも我が家の車ですね、ここ通ったことが何度もありまして、大体やっぱりこういったスポーツカーよりももちろんコンフォートな感じで作られている車が多いので、サスペンションとかが柔らかいのか、底付いた時にこうやってちょっとより上げてくれるようなね優しさがあるんですけど、これに関しては下に着地をしてストンってここでちゃんと止まる感じですね。ただその底付きとしてドシンドシンって感じじゃないので、ストってこういう感じなので、ついた時にもね辛くないんですよ。スポーツモードってコンフォートよりも硬いはずなんですけども、そのついた時のその嫌な質の悪いドーンみたいなのがなくって、すごく気持ちがいいです。これですね、全然弾まないんだけども下についた時の辛さが少ないというところがすごいなというふうに思います。で今一般道の方に出てまいりまして、今ねモードはコンフォートにしてあります。後席に感じる乗り心地なんですが、前席で感じているものとそれほど差がないなっていうのが今印象としてあります。このシビックタイプ R のコンフォートモードってすごく乗り心地がよくって、私も納車されてからですね、だいたいこの車で260キロぐらい隣に乗って座ったわけなんですけども、その260キロの区間ですね、コンフォートモードで走っている時はもう本当に乗り心地がよくってですね、これスポーツカーなのかなって、本当にこの車でサーキットとかで何百キロっていう形で、すごい速度を出したりとか、すごい足回りでカーブを曲がっていったりすることができる車に私は今本当に乗ってるのかなっていうのが本当に信じられないぐらいのコンフォートモードの快適さがあるんですよね。乗ってる人が辛くないような感じの柔らかさで衝撃を丸めて返してくれる形があるので、コンフォートモードで乗ってる時に本当に乗り心地がいいです。私は GR86 とか BRZ も我が家でちょっと前まで所有してましたんで、そういった、完全なライバルじゃないかもしれないですけども、いわゆるスポーツカーと言われるものの乗り心地を助手席でたくさん体感してきてる一人なんですけども、その中でもこのシビックタイプ R、 特にコンフォートモードは乗り心地がいいです。ただどうしても後席って前席よりは若干は少しガタガタガタするなとか、張りが強いめかなっていうのはあると思うんですけども、そういったところは少しだけは感じるかなと思うんですけど、本当に大差がないです。正式性なんですけども、いろいろな道を昨日まで走りました。でロードノイズに関しましては、やっぱりザラザラとした路面とか少し速い速度で走っててちょっと路面が荒れ気味だなってところを走ると、やっぱりゴーってね音はちょっと高鳴るのは強めかなというふうに思います。でもこれはやっぱりスポーツカーとかってことを考えると、やっぱりしっかりとした太いタイヤ履いていると思いますので、やっぱり接地面が大きいというところもあってか、やっぱどうしてもロードノイズっていうのは高鳴ると思います。でも多分それはもうシビックタイプ R としては別にそこは求めてないところだと思うんですよね。静かな車に仕上げようとは多分思ってはないと思うので、やっぱそこっていうのはやっぱり走りの方にタイヤの方はどうすると思いますので、やっぱり普段使いしてるって、例えば ZRV、例えばベゼル、その辺りと比べた時にはどうしてもやっぱり荒れた路面でのロードノイズの高鳴り方っていうのはちょっと大きいかなというふうには思います。後席に関しましてもやっぱり静かな路面、今ちょっと結構滑らかな路面走ってるんですけど、声の感じも分かると思うんですが、そんなに車内ゴーっと言ってないですよね。このぐらいの感じになりますし、ちょっと荒れた路面とかをちょっと速い速度で走るとちょっとゴーっと言いますので、車内で例えばちょっと会話する時には、それさすがにベゼルとかさすがに ZRV との中で会話する時のような感じよりはちょっと声を張り上げるかなと、音楽の音もちょっと高め、音量ボリュームを上げてあげるかなって必要はあるんですけど、これはスポーツカーだからねっていうところをね、やっぱ皆さん分かってくださるところかなというふうに思います。足元の広さなんですけども、今ですね前席は170センチの男性のシートポジションに合わせた状態で助手席も合わせております。そうするとね私165センチ女性ですけども、こういうふうに膝を引くと、こんな感じで
膝前はもう本当に余裕がありすぎるぐらいありますし、ホンダ車らしいなって思うのがこういうスポーツカーなんですけど、ここちゃんとねちょっとこうえぐってくれてるんですよ。なのでここがなるべくこう膝がね広く感じるようなコース席にしてくれてるので、ここの部分の広さはものすごくあります。やっぱシビックだなというふうに思いますので、その点でパーソナルスペースですね、その部分ももう申し分ないシビックに乗ってるような感じになっております。シートの感じなんですけども、シートもですね非常にやっぱり乗り心地がいいです。シビックベースですので後席なんですけども、私165センチの女性ですけども、こう座った時に、ほとんどねこの膝の後ろぐらいまでちゃんと支えてくれるぐらいの大きな座面となってますので、なんか座面が足りないなってこともないですし、背もたれにこう背中をつけてですね、お尻があって足があってっていうこのカーブが非常に自然な形となってます。なので見ていただいても分かる通り、座席のねところもね非常にこのスポーツカーだからといって、例えば前席のこのシビックタイプ R の立派な座席みたいにものすごいこのホールド感があってとかってわけではなくって、かなり普通の凹凸になってますんで、その点ですね、後席に関しましては体をガッチガチに固められてなんか左右全然動けないっていうような形には後席は全くなってませんので、その点非常にね乗ってても快適性高くって、やっぱこの辺りからもこれやっぱシビックだなっていうところをねすごく感じます。楽しい車ですので、運転手がちょっとねこうハンドリングちょっとワインディング入った時に楽しくなっちゃって、あまりこう同乗者に気を使わないで、ね、楽しくこうハンドル切り始めたとしますよね。その時には前席はこのフォロード感の強いですね座席によりまして、助手席でもね昨日もすごいワインディング走ったんですけど、しっかりと体がホールドされているので座席が抑えてくれるっていうような感じになってました。で後席に関しましては先ほども言いました通り、そのホールド感はないんですけれども、シートに使われているこの素材によって服とね合わさった時に滑りづらいんですよ。なのでこの点があって多分抑えてくれてるんだと思うんですよね。ですので普通の本革シートとか普通のファブリックよりも服と触れた時の摩擦が起こりやすいので、その点で体は止まりやすいのかなと思います。であともう一つね体を止めてくれてる感じかなと思うのが、結構ねクッション性があるんですよ。で下の座面に関しましてもこんな感じでちょっと押してみますけど、親指結構沈んでるんですよね。なので柔らかいんですよね。前席のシートに関しましてはガチッとしたね結構硬めのシートになってます。かといって乗り心地は悪いわけじゃないんですけど、前席のシートに比べると後席は本当に一般の車ぐらいの柔らかさのシートになっているので、多分この部分でも自分の体重によって例えばお尻の骨の形とかにちゃんとこうたわんでくれますので、そのたわんだところでちゃんとこうしっかり、ね、止めているっていうところはあるのかなと思いますので、張り出し感とか凹凸って本当にないんですよ。ここもなだらかですけども、だけども体は止まりやすい後席になっているかなというふうに思います。この下フロアマットをですね、もちろんこれを引かないって方とか、これじゃなくて社外品を引くって方もいらっしゃると思うんですけども、おそらく多くの方はやっぱりこの純正の赤いマットをやっぱシビックタイプ R って書いてあるやつを引きたいと思って、ちょっと高めだと思うんですけども引いてる方も多いと思います。でこれ結構やっぱりその高いだけあってか毛足がすごく長くって引いてみると本当に家の絨毯みたいなしっかりとした高級感のある絨毯となっております。こういった絨毯ですと靴をこう置いた時にもすごく靴がね落ち着くんですよね。滑ったりしないですし、一旦この自分の体重でこの足がボンって置かれると、ここからあんまりこう横滑りしたりとか前滑っていったりしないぐらいぐっとここに止まるような形になっているので、ここでも多分足の踏ん張り感があって足もちゃんとこう踏ん張れるってところがあって、多分ここの点でも後席は先ほどのその座席のホールド感がなくてもなんかこう止まってくれやすいなというふうには感じるところかと思います。マットの部分でも多分体の、ね、支えの一つになっているのかなってところは、こういうちょっと分厚い絨毯を引いてくれている理由の一つでもあるのかなと、ちょっと思うところは後席に来ると思います。今は止まってます、信号待ちで。でこの時なんか振動が来るかっていう感じなんですけど、振動全くないんですよね。シートからも伝わってこないですし、床面からも伝わってこないです。ブルーって音だけはするんですよ。エンジンはちゃんとスタートされているなっていうところの音はするんですけど、
その振動はやっぱり後ろの方も全然伝わってこないので、その点の快適さもすごく強いんですよね。やっぱりすごいモンスターマシンだと思いますんで、パワーはものすごくあると思うんですけども、やっぱり街乗りとかもすごく考えているところもあってか、やっぱそういったなんか不快となるような振動とかもしっかりと抑えてくれてるんだろうなってところが感じられますので、その点からしてもやっぱり街乗りをするっていう時に後席とか同乗者の人が不快に思う要素がね、細かくちゃんと取り除かれてるなっていう感じがしています。ということで今回はですね、こちら納車されましたシビックタイプ R の後席に乗ってみた感想をお伝えいたしました。今回の動画が参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひ高評価ボタンだけでも押していただけますと嬉しいです。この車ですね、多分大体の場合は、旦那さんとかがですね欲しいって言い出して奥さんが戸惑うみたいな感じのね感じになるんだと思います。で実際タイプ R は今受注が止まっていますので、買おうと思っても新車で買うことはちょっとできない状況になっているかと思います。ちょっと前までレーシングブラックパッケージがね再開してましたんで、そこで買えた方もいらっしゃると思うんですけども、旦那さんが欲しいって言うから契約したけど、実際来て家族の私は乗れるのかしら、耐えられるのかしらっていうのはね不安に思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、乗れますのでぜひね乗って一緒にドライブしてほしいなと思う車になっています。今後もこのチャンネルではですねシビックタイプ R の情報をお届けしていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ここまでのご視聴ありがとうございました。